こんにちは。本日は第4回 TDC ウェブ展示会を開催いたします。今回のテーマは表面の血管・傷についてです。表面にした表面の状態にはいろいろな傷や血管が見られます。その状態を分かりやすくご紹介させていただきます。一つ目の傷・血管について、研磨による傷のご紹介です。画像を見てください。倍率は100倍です。うっすらと縦斜めに線が見えると思います。この線が研磨による傷です。鏡面サンプルを見てください。このサンプルは3パターンの仕上げを行っています。この中仕上げの一番左のサンプルが研磨傷が残った仕上がり面になっています。また真ん中のサンプルも肉眼では見えませんが、顕微鏡で見ると画像で見るうっすらとした傷は残っています。実際の傷の深さは分かりませんが、ナノレベルの傷と思われます。2つ目の傷・血管について、素材の血管になります。圧縁傷と言われていますが、材料を圧縁するときにできる血管です。画像を見てください。倍率は100倍です。見た目、先ほどの研磨傷と同じように線による研磨傷のように見えます。しかし画像で見ると小さな穴、ピンホールがいくつも並んでいるのがわかると思います。これが材料を圧縁するときにできる血管です。研磨による傷ではないのです。ただし研磨による傷でこのような現象が起きる場合もあります。一つの何らかの小さな異物があったとして、その異物を起点に研磨によって引っかき傷のように画像のような小さな傷をつけてしまうこともあります。3つ目の傷・血管について、これも素材の血管になります。これはピンホールと言われている血管です。画像を見てください。倍率は100倍です。5ミリの長さが100ミクロンですので、ピンホールのサイズは約2ミリ、40ミクロンの大きさのピンホールです。このサイズのピンホールは肉眼で見ることは難しく、またよく観察しなければピンホールなのか異物なのか傷なのか見分けることが難しいのです。では傷・血管について、ピンホールを題材にして表面にすると見えてくる、出てくるピンホールについて、なぜ表面にすると出てくるのか、詳しくボードを使って説明します。研磨とピンホールの関係についてご説明いたします。これが上から見た図、ここが横から見た図になりまして、横から見た図を
拡大した絵になります。青く書かれているものがピンホールです。赤く示したラインでここまで研磨をしたときに、例えば上にいる青いマークのピンホールはなくなります。で、赤いラインまで研磨をしたときにその場所にいたピンホールが見えてきます。この赤いところまで研磨をするとこのようになくなっていきまして、このピンホールが見えてくるのです。ではこの今見えているピンホールをさらに研磨した場合どうなるかやってみたいと思います。このピンホールを取り除くことによってさらに次のピンホールが見えてきます。またピンホールには連続して連なっているピンホールもあるため研磨で取り除くことは難しいのです。最後に傷・血管について、圧炎による血管、ピンホールなどは研磨ではどうすることもできないものです。使用用途によっては使えないこともあります。現在この圧炎、血管、ピンホール対策として材料血管の少ないものも開発・販売されていますので材料の選定も重要になります。この血管の少ない材料は第1回 TDC ウェブ展示会でご紹介したスターバックスがおすすめです。そちらの動画もご覧ください。本日は第4回 TDC ウェブ展示会をご視聴ありがとうございました。第5回も開催予定です。またお会いしましょう。